どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、課金者の方向けの、成長戦略及び、効率よく強くなるための、課金パックについてやっていこうかなと思います。今回の動画は、少し前に投稿した、グランドマフィアの、強さの定義と、無課金で強くなる方法についての、続編となっておりまして、そちらの動画を、ご視聴いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、まだご覧いただいてない方は、概要欄にリンクの方貼っておりますので、そちらよりご覧いただけると、嬉しいなと思います。本当正直、このゲームって、えぐいレベルでの課金ゲーじゃないですか。課金すると言っても、要素ありすぎて、どれに課金すればいいのかわからないっていう方が、結構多いのかなと思います。もちろん、課金は無理ない範囲で、なおかつ、好きなパックを買っていくっていうのがいいと思うんですけども、強くなるために買うべきパックと、買っても全然強くならないパック、ちゃんとあるんですよね。またこのゲームって、もうかなりのスルメゲーで、短期的に強くなっていくのではなくて、年単位で考えていくべきものなんですよね。それだけ、長くプレイできるゲームで、それだけ奥が深いこともあって。で、強くなっていくためには、中長期的視点で、強くなれるパックを、買っていく必要があります。例えば、ゲーム始めたらっての時なんかは、こういう加速系のパック、そっちをメインで買っていけば、ある種すぐは強くなるんですよ。ただ、そのあたりって別に数ヶ月もしちゃうと、もう大した差ではなくなっちゃうんですよね。あと加速とかって無課金でも入手できちゃうので、なんでもはやそれって、その課金って、中長期的に考えたら、もうその課金自体が意味ないものになっちゃうんですよ。ただ、その別の、基本課金でしか入手できないものだったら、もう絶対的差になるので、なので、課金するのであれば、そちらを優先して買っていただくことで、最終的に、強くなることができるのかなと思います。本当課金額がもう5倍以上違っても、ちゃんと強くなれるパックをもう効率的に買っている人だったら、もう自分よりも何倍も課金してる、買ってもそんなに強くなれないパックをいっぱい買ってる人より、強くなれるってことはもう全然あるので、本当課金者の方にとって、どのパックを買っていくかっていうのは、本当に自分自身の成長に直結するものなのかなと思います。前置きは、このくらいにしておいて、今回はそんな、ちゃんと強くなっていくための、課金者の方の、方向けの、成長戦略について、やっていこうかなと思います。では、今日販売されているパック、こちらをまず見ていきたいんですけども、この中で、買うべきパック、買わない方がいいパック、まず分類することができるんですけども、まずこの中で、買っても強くなれないパック。買わなくてもいいパックですね。これが何個もあるので、で、買うべきパックについては、金額次第、月の課金額次第で、優先度などありますので、そちら後ほど、解説させていただきますので、まずどの課金帯であっても、買わなくていいパック。そちらを洗い出していこうかなと思います。で、まずはこれですね。投資フルサポートパック。これ買ってる方結構多いと思うんですけど、買うべきではないパック筆頭です。投資進めるんだったら、このパックっていう風になっちゃうんですけども、冷静に考えて、12,000円で37日分の加速ってコスパ悪すぎるんですよ。でもこのゲームのパックの中身って、ゴールド換算で、だいたい12,000円で15万ゴールド。600円だったら7,500ゴールドくらいが、ベースになってます。もちろん、パックの中身を、ゴールド換算するっていうのは、しづらいものではあるんですけども、だいたいそのあたりが、基準なのかなと思います。で、もちろん、その中身を、ゴールド換算したときに、15万ゴールドを超えていても、不要なものっていうのは、買う意味はありませんし、課金でしかね、入手できないものも、たくさんあるので、ただ本当、この投資パックについては、もうこれ買うんだったら、ゴールド使って投資進めましょう。ゴールドって、あくまで VIP 優先だったり、するところではあるんですけど、それでも、このパック買うよりかはもうはるかにマシなので。で、次のパックも、同じ投資パックなんですけど、これも本当買う価値ないです。
まあ大体10日分くらいの加速なんですけども、本当にそれでもね、全然買うべきではないです。で、次のヴィーナスはね、もう全然 OK で、むしろいいパックなんですけど、またこれ問題児なんですよ。これゴールドが普通より多く入ってて、加速がちょっと入ってるパックなんですけど、必要ないです。このパック、ゴールドが、普通より多く入ってることもあって、累計課金イベントで、買ってる方たまに見かけるんですけども、買うべきではないので、これ、ほんと、ゴールド多いだけで、中身あまりにひどいんですよ。で、次の、ゴールドラッシュも同様で、これもほんとね、開運袋を開けても、全然いいの出ないですし、装備ボックス20枚のために、どうしてもっていうのだったら、ギリわからなくもないんですけど、よっぽどその20枚に切羽詰まっている状況ではない限りは、買わなくて OK かなと思います。で、少し間空きまして、このゴッドファーザーのパックですね。これも本当買わなくて OK です。前回の、近武マーケットイベントの動画でご説明させていただいたんですけども、ゴッドファーザー装備は、キング装備を、近武マーケットイベントで交換し育てていくものなので、このパックは本当に効率が悪いです。次の発展の幕開けパックも、これ買わなくて OK ですね。全部大したもので、出ないです。で、次の、トレーニングパックも、これこれも結構買ってる方多いんですけど、これも買わなくて OK です。投資パックよりはマシで、60日分の加速が入ってるんですけど、これ最初にご説明した12,000円で15万ゴールドの基準に当てはめると、60日分の加速なので、8万ゴールドなんですよ。なんで、価値的にはもう大体半分くらいなんですよね。で、あとトレーニングって、ヘリベ頑張っていけば、課金しなくても、ある程度は全然できていくものなので、そのあたりを踏まえると、このパックを買う必要性は、ないのかなと思います。で、次のトレーニングも、トレーニング、安い方のトレーニングパックも、同様に買うべきではないのかなと思います。で、その次の該当のハッシュパックなんですけども、これも結局ヘルイベあれば、エネルギーっていうのは集まってきますので、わざわざ課金するべきではないです。英雄装備実装された時に、トップランカーはもう英雄装備を揃えるために、このパック大量に買って、買っていく方もいたんですけども、そのレベルではない限りは、もう買うべきではないです。実際に、じゃあこのパック買いまくって、じゃあステータス上げるってなった時に、何十万と買わなきゃいけない、買わないと上がんないので、基本的には本当買わなくて OK かなと思います。でも次の超速出撃パック。で、これって、買ってる人ほぼ見ないんですけど、別にそこまで、悪いパックではなかったりします。さっきのトレーニングとか、投資パックよりは、ぶっちゃけこちらの効率いいです。この出撃ブーストって、めちゃめちゃ消耗品で、本気で戦うとなると、この出撃ブーストを大量にゴールドで買っていくことになります。で、それをゴールドで買うんだったら、出撃ブーストはこのパックで買っていって、その代わりに、じゃあゴールドで投資をしていったり、じゃあ VIP に使っていったり、トレーニングしていったりっていう方が、全然効率的です。で、次のパスワードコインと、チャレンジャーと、スペシャルタレントポイント。ここはほんとね、全部いいパックなので問題ないんですけど、スタミナパックですね。これ無課金英雄が揃ってるんだったら、買うべきではないんですけども、ゲーム開始してから、2ヶ月くらいまでで、まだちゃんと強い無課金英雄が揃ってない場合は、買っても OK です。VIP ポイントも3500ポイント、ついてきますので、そこまで悪いパックでは全然ないのかなと思ってます。で、次の、高速建設パックなんですけども、これも本当加速なんで、買う必要はないのかなと思います。で次のアーキテクトも、これ本当ゲーム開始初期以外はもう買う意味ないので、アーキテクトの素材って、ヘリベからもらえる素材ボックスから、もらえたりしますし、そこまで建設装備って、使わないので、そちらで集めていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、買わなくていいパックは、そんなところですね。ただ、今お伝えしなかったパック、すなわち、ちゃんと買う価値があるパックも、その中でも、どうしても、月にどれくらい課金するかによって、買うべきパックって全然違うんですよ。
なので、今度は課金帯別で、じゃあ何を買うべきかということを、考えていきたいんですけども、一応先にちょっと、例外的な、ビーナス、ビーナスについてだけ、ちょっとお伝えしていきたいんですけども、あれどこ行ったかな。これですね。で、この課金ビーナス、開放できる方は、絶対にした方がいいです。12000円なんですけど、もうその価値はもう確実にあります。じゃあなんで価値があるっていうところについては、詳しくは、ビーナスの時にビーナスの気まぐれコラムの方で、ご説明させていただこうかなと思うんですけど、ビーナスコレクション、その分、展示できる数増えて、デート回数も増えて、新しいタレントも増えるってだけで、もう、価値ありまくりなので。ただこれ開放した後に、同じパック買ってっても、スキル上げられるだけなので、で、そのスキルって、レベル上げてっても、そんなに価値ってなくて。なので、継続して買っていくのは、買っていくべきパックではなくて、基本的に1回きりのパックなのかなと思います。ではね、気を取り直して、課金帯別でお伝えしていきたいなと思うんですけども、まずは、月に数千円から、2万円以下の方におすすめのパックですね。で、これらなんですけども、建設ランクアップパックと、au パック、そして、イベントセンターにある、キングロード、こちらですね。で、これと、あとは、今は来てないんですけども、SVIP ストアイベントの SVIP チケット。この4つに集中していきましょう。建設ランクアップパックは、ファミリーゴールドコインですね。本当に兵隊ランク大事なので。ただ、本当無課金だともう全然上がらないですし、この600円のパックっていうのは、本当にめちゃめちゃお得なので、毎週買っていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、次の au パックなんですけども、au については、以前出した、au についての解説動画で、課金 au 本当にやばいという話はさせていただいたと思うんですけども、課金 au を育てていって、金にすることで、もう戦闘で大幅に強くなります。また、au によっては、投資バフだったり、トレーニングバフ、上げていくことができて、その投資バフだったり、トレーニングバフを上げていくことで、投資とか、トレーニングを効率的に進めることができるようになって、その分、投資も進んだり、より多く兵士が作れるようになったりする、するので。で、それに加えて、au パックって、装備ボックスがついてくるんですよ。600円の au パックで、各10箱なので、合計で60箱。これもかなり大きいです。この課金英雄の育成度合いって、無課金の方との絶対的な差にもなるので、育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただau パックって、2400円以降は、値段が何倍になっても、その分、中身が、ちゃんと増えるわけではないので、2400円以降は買わずに、600円をね、コツコツ買っていただくのがいいんじゃないかなと思います。では、次のキングロードなんですけども、こちらは、実質的に、au×10 枚と、投資ジュエルですね。そちらを獲得することができるやつなんですけども、それに加えて、ゴールドだったり、装備ボックスだったり、高級装備のコインだったり、あとはパスワードコインが少しもらえたり、っていうところで、非常にお勧めができるパックなのかなと思います。投資ジュエルなんかは、もうこれ、このパック以外だとほぼ入手できないので、1200円と少し高いんですけども、その分の価値は十二分にあるパックなのかなと思います。で、最後の、SVIP ストアイベントの SVIP チケットなんですけども、SVIP ストアというのは、ゴールドでお得にアイテムを購入することができるイベントですね。本当イベントめちゃめちゃお得で、2400円で、チケットを購入することで、さらにお得に、多くのものを買うことができます。継承コインだったり、高級装備のコインだったり、あとはもう超貴重アイテムの集結加速とか、あとは、あれですね、60% の、チーム規模拡大とか、それらは本当に課金でしか入手できないものを、ゴールドでお得に買っていくことができるので、来る頻度はめちゃめちゃ少ないんですけども、来たらチケットを買ってお買い物していただくのがいいんじゃないかなと思います。
SVIP ストアについては、SVIP ストアが来た時に、その動画を投稿予定なので、気になる方はそちらをご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。ではそんなわけで、月に数千円から2万円以下の課金、課金帯の方は、この4つのパックをメインで買っていただくと、強くなることができますので、非常にお勧めできるのかなと思います。では次に、2万円から、だいたい、月に2万円から、10万円前後の方に、おすすめのパックなんですけども、先ほどの4つのパックに加えて、継承コイン、これですね、継承コイン、高級装備、スペシャルタレントポイント、すいません、これですね、スペシャルタレントポイント、パスワードコイン、装備素材パック、これらがおすすめになります。これらのパックについては、600円のを買うと、次に2400円のが出てきて、その次に6000円に12000円っていう風になっていくんですけども、値段が4倍になったから中身が4倍になっていくのではなくて、少しずつ効率は落ちていきます。なので、たまに一気に買っていくのではなくて、毎週どこまで買うかっていうのを決めて計画的にやっていくことが非常に重要なのかなと思います。この建設ランクアップだったり、継承コインなどのパックは、毎週月曜日の朝9時にリセットになりまして、建設ランクアップはね、本当に大事なので、個人的には、毎週6000円まで買っていいレベルなのかなと思ってます。逆に、装備素材とかは、アクセだけはじゃあ2400円まで。じゃあ他のは600円で止めるとか。あとは、スーパースロットイベントあると思うんですけども、あれってジュエル集めに最適なイベントで、攻撃ジュエルの S が、各8つ揃ってない場合は、スーパースロットも非常におすすめなのかなと思います。あとはサプライズガチャイベントで、チャレンジャー装備の素材を集めていくのもね、非常に良いのかなと思います。ただ、このスクラッチについては、まだ手を出さなくて OK です。豪華アイテム交換券、狙いで、VIP 上げていくならいいと思うんですけども、それ以外に、ゴールドとか、ブーストとか、装備とか、GL とかって、これ別にそんなにお得ではないんですよ。なので、スクラッチって、あくまでベストランクアップ券と、ベストスキンランクアップと、豪華アイテム交換券を入手するためのイベントなので、一応スクラッチについては、今度動画撮ろうと思ってますので、その時に詳しくお話しさせていただければと思います。あとは、あれですね、この連続課金とか、この月間割引パスとか、豪華特典とか、お得ギフトとか。これって、どれもお得では正直ないです。ゴールド補給だけはかろうじてありかなくらいですね。このあたりも結構買ってる方多いと思うんですけども、実際にはあまりお勧めできないのかなと思ってます。あと毎週土曜日に、ビーナスコレクション、すいません、ビーナスコレクションのガチャを引くために、必要な鑑定ポイントのお得なパックが来ます。普通に売ってるパックだと、600円で、500ポイントみたいな感じなんですけども、その土曜日に来るパックだと、600円で800ポイント。2400円で2500ポイントっていうところで、非常にお得なので、そちらも選択肢に入れて良いのかなと思います。以上が、月に2万円から10万円くらいの課金帯の方におすすめなパックとなります。で、それ以上の方ですね。毎月、10万、20万、30万とか、もっとそれ以上の方なんですけども、その方については、先ほどまでご紹介したパックを、6000円まで買っていったり、あとは課金イベントの時とかに、パスワードコインを一気に買っていったり、いろいろあると思うんですけども、レイドリーダーの必需品と言えるべきものがあります。で、それを取るのが一番強くなれるんですけども、それって皆さん、何かご存知ですか？ゴッドファーザーの SS を持っている人なんかは、もちろん標準搭載してるんですけども、キング装備 S とか、ゴッドファーザーの S とかの方だと、持ってるか持ってないかで、その人がレイドリーダーとして強い人なのか、そうではないのかっていうのがわかるくらいのもので。てかむしろゴッドファーザー SS の人でも、これ持ってなかったら、別に、そんな大したことないなっていう風になっちゃうぐらいのもので。本当その人がもうレイドリーダーとしてもう、戦える人なのか、もうそうじゃないのかっていうのが、そのレベルのものなので、
そちら見ていきたいんですけども、こちらですね。別荘スキンの、リバティキャッスルです。これが星5かどうか。もうそれだけでめちゃめちゃ変わります。効果の方を見ていただきたいんですけども、チーム攻撃5%は、まあいいですね。ただ、その下にある集結単位数プラス10万。これがとんでもなくぶっ壊れなんですよ。集結するとき、これがあるかどうかで、集結の人数って10万人変わるんですよ。で、これってもうとんでもなく大きくて、もうチーム攻撃と HP に換算すると、どちらも 50% フェルくらいの強さにつながります。ただ、この別荘自体、12,000円で5個の別荘のかけらパックを15パック買って合成するか、月末に来る大型課金イベント。ゴールドの時は88万ゴールド課金か、あとは同じくらいかかる、天ロール25回の到達ですね。あとはたまに来る課金イベントでも入手できるんですけども、同じくらいかかって。そんなわけで、めちゃめちゃ大変かつ、あと別荘スキン、これって入手した時だと、別荘の、これですね。星ランクって0なので、これをちゃんと5にしないと、このスキンの意味がないので。で、このスキンランクを上げるのにも、別荘スキンランクアップ券が、確か15,000枚。すみません、ちょっと昔なので、厳密な数値は忘れちゃったんですけど、だいたいそれくらい、別荘ランクアップ券がかかります。なので、基本的には、月末の大型課金イベントで、12,000円の、別荘ランクアップ、別荘スキンランクアップ券のパックを、35パックくらいとか、それくらい買って、ただそれだけだとスキン取れないので、他にちょっと何か買って、リバティキャッスルを入手して、スキンをランクアップさせていく。このような流れになるのかなと思います。ただ、合計で12,000円のパックを40パックと考えても、48万円と、高額なことにはもう間違いないので、ただリバティを育てるために、ちょっと1ヶ月、課金休憩するとかでも、全然良いのかなと思います。本当高額なのは事実なんですけど、チーム攻撃50%と HP を、攻撃と HP を50%ずつ上げようと思ったら、50万じゃ絶対無理なんですよ。他の別荘スキンとかだと、これも同じくらいもちろんかかるんですけども、5%、5%みたいな感じなので。もちろんこのスキン以外でも、高級装備とか、ヴィーナスコレクションとか、そっちで、50% 上げるって、50万で絶対無理なので。課金効率的にはかなりいいのは一応事実だと思うので、取れる方はご検討されるのも良いのかなと思います。また月に何百万と課金される方、ほぼいないと思うんですけども、一応少しだけ。結局、このゲーム、最後で差がつくのって、別荘スキンのランクなんですよ。なので、別荘スキンを優先してあげていかれると、強くなるのかなと思います。別荘スキンが一番乾燥させるのって大変で、州庁別荘まで、含めると、カンストまで行ってる人って、まだ世界に一人もいません。本当50万で、チーム攻撃5%と、チーム HP、5%か、みたいに、本当コスパ悪いなとは、思われると思うんですけども、最後結局差がつくのってそこなので。で、そのレベルの方になると、他のものも、ほぼ乾燥状態あると思いますので、別荘ランクを上げていただくのが、良いのかなと思います。はい。ということで、今回は、ここまで、各課金帯別におすすめのパックについてご紹介してきたわけなんですけども、どの課金帯でも、関係なく言えることとして、時間を買うのではなく、しっかりと、課金でしか買えないものを優先して買っていく。これは共通して言えることなのかなと思います。時間を買うというのは、加速パックとか、これです。投資パックとか、そっちですね。で、本当時間をか、時間、すいません、時間を買っていくっていうのは、結局時が過ぎれば、みんな同じレベルになるので、ただ課金でしか買えないものって、絶対的な差になるので、そちらを優先していただくのが、本当にいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
この動画が参考になりましたら、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。